回はエンジン内部の洗浄です。今回はフラッシングでエンジン内部がきれいになるのか中を開けて確認します。どういうこと？オイルパンとカムカバーを外してビフォーアフターです。そうなの？ 100 キロ走行後の変化と排油の違いも確認します。僕、早く動画を見たいのだ。ハイエースと同じ 2000cc のガソリンエンジン。1年以上前にオイルとオイルフィルターを交換していますが、交換後は512キロしか走っていません。オイル量を点検します。茶褐色で真っ黒ではありません。パーキングブレーキレバーをしっかり引きます。リアタイヤにタイヤ止めを設置します。フロアジャッキーでフロント部分を持ち上げます。ジャッキスタンドをサイドメンバーにかけます。フロアジャッキーを下げます。ジャッキスタンドのかかり具合を確認。フロアジャッキーを外します。エンジンオイルを抜きます。オイル受け皿を用意します。エンジンオイルパンのドレンプラグです。メガネレンチでドレンプラグを緩めます。ドレンプラグを取り外しオイルを抜きます。エンジンが熱い時はやけどに注意します。オイルが抜けるまでしばらく待ちます。オイルパンのネジ部分を傷つけないように注意しながらドレンプラグパッキンを外します。ドレンプラグの取り付け部分をきれいに掃除します。ドレンプラグに新品のパッキンを装着。ドレンプラグをオイルパンにねじ込みメガネレンチで締め付けます。512キロ走行後のオイルを保存します。エンジンアンダーカバーを外します。オイルパンを外します。オイルパンの取り付けボルトすべて外します。オイルパンは液体パッキンでエンジンに接着されているのでボルトを外しただけでは取れません。オイルパンカッターを使います。オイルパンカッターをオイルパンとエンジンの間に差し込みます。作業をしやすくするためスタビライザーの一部を外しています。オイルパンとエンジンを傷つけないよう注意しながらカッターをまっすぐ差し込みます。接着部分の半分以上が剥がれました。エンジンオイルパン外れました。エンジンの下側にひどい汚れはありませんでした。茶褐色のオイル汚れが少しあります。走行距離は約6万キロ。定期的にメンテナンスされていたと思われます。ドレンプラグを外してオイルを抜いてもオイルパンの中にはオイルが残っています。液体パッキンをワイヤーブラシなどで剥がします。さらにオイルストーンで仕上げます。パーツクリーナーなどで脱脂します。オイルパン取り付け前の準備が終わりました。オイルパン側の液体パッキンを剥がします。パーツクリーナーで洗浄します。液体パッキンの剥がしカスです。剥がしカスが残らないようにエアーで飛ばします。脱脂します。オイルパン接着面に液体パッキンを塗ります。オイルパンをエンジンに取り付けます。エンジンアンダーカバーを取り付け、ジャッキスタンドを外してからフロアジャッキを下げます。次はシリンダーヘッドカバーを外します。エアクリーナーホースなど外します。イグニッションコイルを外します。シリンダーヘッドカバーの
取り付けボルトすべて外します。シリンダーヘッドカバー外れました。エンジンの上側も綺麗な状態です。スラッジの堆積はありません。茶褐色のオイル汚れが少しあります。シリンダーヘッドカバーのガスケットを外します。新品のガスケットに交換します。新品ガスケット装着しました。シリンダーヘッドカバー取り付けます。オイルフィラーキャップ外します。ペットボトルをカットしたオイル蒸後です。バーダルのエンジンチューンナップ&フラッシュ注入します。エンジンオイル3から6リッターに対し1本全量を注入します。取扱説明書には点火後すぐに10分以上アイドリングしてくださいと書いてあります。エンジンオイルはモノタロウの高性能高出力車専用 5W40 を使います。ペール間の注ぎ口にポリ差し口を装着。エンジンオイルをオイルジョッキーに注ぎます。この車はエンジンオイルのみ交換する場合、オイル量は 5.2 リットルです。オイル量を点検します。適正です。オドメーターをリセットします。高速道路約60キロ、一般道約60キロ、合計122キロ走行しました。もう一度オイルパンを外します。ドレンプラグを緩めて外します。オイルは薄い茶褐色に変色していますが、まだ十分使えます。抜いたオイルを保存します。オイルパンカッターで接着を剥がします。オイルパン外れました。ビフォーアフターです。まずはフラッシング前の状態です。フラッシング後の状態です。茶褐色のオイル汚れが薄くなっています。フラッシング前、フラッシング後、フラッシング前、フラッシング後、フラッシング前、フラッシング後。オイルパンにエンジンオイルが残っています。残っていたエンジンオイルを捨てました。フラッシング剤で汚れが分解されたのか。オイルパン底に白っぽい濁りが見られます。オイルパン内部を洗浄してからエンジンに取り付けました。次はシリンダーヘッドカバー外します。シリンダーヘッドカバー外れました。フラッシング前の状態です。フラッシング後の状態です。茶褐色の汚れが少し薄くなっています。フラッシング前、フラッシング後。左がフラッシング前512キロ走行後の廃油です。真ん中がフラッシングを注入して122キロ走行後。右は新品オイルです。左のフラッシング前512キロ走行でもエンジン内部の汚れはある程度落ちていると思います。オイルフィルター交換しました。パーツクリーナーで洗浄します。フラッシングとは関係ありませんが、スパークプラグ点検します。スパークプラグの焼け具合は4本ともほぼ同じ。問題ありません。次はファイバースコープでエンジンの燃焼質を見てみます。1番シリンダーの
ピストントップです。外周に薄くカーボンの付着がありますが、目立つ堆積はありませんでした。白っぽく見えるのは吸気バルブです。燃焼室にカーボンの付着はありますが、特に異常はありません。排気バルブが開いています。カーボンで黒くなっていますが、特に問題ありません。2番シリンダーのピストントップです。黒っぽいのが排気バルブ、白っぽいのが吸気バルブです。2番シリンダー異常なし。3番シリンダーのピストントップです。排気バルブは閉じていますが、吸気バルブは開いています。3番シリンダー異常なし。4番シリンダーのピストントップです。吸気バルブと排気バルブ閉じています。4番シリンダーも異常なし。この車のオイル規定量はオイルフィルター交換時 5.7 リットルです。エンジンを始動して各部にオイル漏れはないか点検します。シリンダーヘッドカバー、オイルフィルター、エンジンオイルパンとドレンプラグ。エンジンオイル量を点検して終了です。今回はエンジン内部の汚れが少なかったけど、洗浄効果は確認できたわね。真っ黒でドロドロになっているエンジンはどうなの？完全に汚れは落ちないと思うけど、今回の結果からある程度の洗浄効果はありそうね。わかったのだ。他に変わったことはないの？走行時の変化は感じなかったわね。でもエンジン始動時2秒くらいのチェーンのガラガラ音がフラッシング後は消えていたの。そうなの？僕、フラッシングをやってみるのだ。ご視聴ありがとうございました。